皆さんこんにちは。今回はエリア1の白の町にあるマーサとシベリアのお家をリフォームしていきます。また昔カルルにいた住人にもお部屋を作ってあげるならという体でモヘヤのお部屋もレイアウトしていきます。今回から小ネタ紹介コーナーを作ってみたので、よければ最後までご覧ください。今回のマーサとシベリアのお家は白の町の大通り沿いにあるので、洗練された都会的なお部屋にしていきます。そしてマーサのお部屋のテーマは普段からファッションの話をよくしているので、ブティックにしていきたいと思います。左奥はレジとちょっとした小物や服を収納しておけるスペースにします。今回は作りませんが、バックヤードにつながるドアを設置しても可愛いと思います。真ん中は仕切り壁と柱を設置して後で飾る小物のためのディスプレイにします。右奥は天蓋付きカウンターと置き鏡を置いてアクセサリーや帽子などのフィッティングコーナーにします。天蓋付きカウンターはリメイクの色味がカントリーシリーズとかなり似ているので一緒に使うと相性がいいです。カントリーシリーズの家具をホワイトリメイクにすることで少しシャビーな雰囲気も出ると思います。レジ横にはシンプルなチェストの上に木製オルゴールをアクセサリーケースに見立てて置いておきます。手前側は部屋の奥側が隠れないようになるべく低い家具を選んでいきます。レジ前にはハンドバッグを飾って、右側には靴を試着するときに腰掛けられるソファーを設置します。先ほど作ったディスプレイの左右で壁の表情を変えたいので、左側を蓄光ウォールステッカーでレンガの壁にします。中央のディスプレイには白い靴を飾って時計も設置します。右下には壁掛けのキャンドルを飾って天蓋付きカウンターのへこんだ部分と壁の隙間から光が漏れるような間接照明にしちゃいます。左側の壁には売り物の洋服を飾っていきます。洗練された雰囲気を出したいのでシンプルでグレーの色のものを選んでいきます。右側の壁にも同じ要領で靴下類を飾ります。全体的なバランスを見て、グレーのものを分散させて、長めのものを下の段に飾っていきます。手前の壁には帽子とメガネを飾っていきます。高級感を感じられる素材や形のもの、細くて華奢なフレームなものを選んでいきます。照明器具は白色だと少し部屋がぼやけてしまうので、グレーに近いシルバーのものを選びます。今回はよりシャビーな感じにしたかったので、アンティーク調の凝ったものを飾りましたが、吊り下げキューブライトなど直線的なものを飾ると、よりスタイリッシュな印象になります。小ネタ紹介。アンティークなレジ。アンティークなレジは、触ると引き出しが開くんですが、紙幣が入っているのがわかります。これをよく見ると、シルクハットをかぶり、小さな丸メガネをかけたタヌキが印刷されています。
どうも理界での商用面を支えてきたのが、狸の種族ってことなんですかね。マネーな床を見てみると、同じ紙幣をより鮮明に見ることができ、さらに裏面には、博物館が描かれています。博物館長である風太と狸吉は、古い知り合いとのことなので、先代から深い関わりがあるのかもしれませんね。ちなみに、金額として出ている0414の数字は、任天堂64、初代動物の森の発売日となっています。今ではなかなか考えられませんが、続く作品の、動物の森プラス、は、8ヶ月後、という非常に早い時期に発売されています。シベリアのお部屋は、コンクリート打ちっぱなしが特徴の、広いキッチンのあるクールなお部屋にしていきます。コンクリート像ということにして、部屋の隅に柱を4本くっつけた一回り太い柱を立てます。この間に冷蔵庫とカウンターを並べると隙間なくぴっちりくっついた作業スペースができるのでおすすめです。カウンターの上にキッチン小物を置いて、さらにフレームキッチンを設置すると立派な L 字キッチンの完成です。ダイニングはクールなダイニングテーブルに木目調の椅子を2脚置きます。足のフレーム部分をどちらもシルバーで揃えているのがポイントです。10日の前デザインを貼った雑誌とお皿の色を椅子に揃えたクラムチャウダーを飾ってシンプルにまとめます。最後にベッドルームを作ります。背の高いパーテーションで空間を柔らかく区切って、間にテレビやヘッドホンなどの家電を置きます。目覚まし時計とちょこっと座る、もしくは小物置きになるカウンターチェアを置いて、最後にマイデザインで黒い寝具にしたベッドを置きます。正面の壁はアイアンウォールラックを半分だけ柱から出して上下に2つ並べて飾ります。絵画の代わりにトタケケのおとといのジャケ写と、あとはブレーカーとナイフラックを設置します。続いて右側の壁は後で隠れてしまいますが、音にリアルさを出したいので換気扇を設置します。シンクの上にはタオルラックを設置して、さらに水回り感を出していきます。パーテーションを隔てたベッドルームには手元を照らすウォールランプとアート作品をいくつか飾ります。左側の壁には水回りにつながるドアと時計、スイッチなど生活に必要なものを色のバランスを見て設置していきます。天井家具はキッチンにシンプルなシェードランプを3つ並べて配置して、ダイニングテーブルの上に放浪のランプを飾ったら完成です。小ネタ紹介。レトロなテレビの画面反射。レトロなテレビは、よく見ると、画面に部屋の内装が、若干反射します。このように、床を変えると、それがわかると思います。この画面反射、実は、テレビを向けている方向で、映るものが少し変わるんです。特に、部屋の出入り口の暗黒空間は、ちゃんと出入り口に画面を向けていないと、映りません。反射する入り口の場所も、部屋の形によってきちんと変化します。家具をじっくり見ると気がつく、細かな仕掛けですね。ところで皆さん、お分かりいただけただろうか。これだけ至近距離でカメラを構えているのにもかかわらず、なんと自分自身が、全く映らないのである。
部屋のお部屋はネイビーの毛の色や寝る時に羊を数えることから夜をテーマに作ってみようと思います。少し暗めのお部屋にしたいので窓のない壁紙を選びました。アクセントボールは部屋の一部だけに絞って布がたっぷりの優雅なお部屋にします。まずは夜食を作るキッチンから作っていきます。冷蔵庫とカウンターをくっつけてシュガーミルクを置いておきます。手前に柱を4本くっつけた一回り太い柱を作ってカントリーなキッチンを隣に置きます。ベッド周りはウッドパーテーションをヘッドボードに見立てて設置します。スペースがあまりないのでベッドは1台にして色の近いカントリーなベッドのヴィンテージリメイクを置きます。シンプルなチェストはクロスをブルーにして花瓶に見立てた陶器のジャグを置きます。スリッパと白いピアノを置いてベッド周りはひとまず完成です。キッチンの前は小さめのダイニングにします。左側にもネイビーのものが欲しいので、ちょっと高めの位置ですが、アロマスティックを置きます。テーブルは布がたっぷりのクロス付きテーブルにして、その上にエレガントな間接照明を置きます。この組み合わせは、上に他の小物類は置けませんが、だいぶ雰囲気が出るのでおすすめです。ラグは柔らかい雰囲気のある丸い形のもので、ふわふわしていそうなものや夜のテーマに合いそうなものを中心に選んでいきます。ベッドの上の壁はここになるべく視線を集めたいので瞬く名画だけにしておきます。左側の壁には小さな収納と時計、装飾と水回りにつながるドアを設置します。右側の壁には同じく別の部屋につながるドアと10日の前デザインを貼ってミルクパズルに見立てた絵画を飾ります。天井はネイビーのドレープを使って布量をさらに足します。照明はステンドライトのグレーリメイクにして夜がテーマのくつろぎ空間の完成です。小ネタ紹介。フレンチ冷蔵庫の中身。フレンチ冷蔵庫の中には、何やら牛乳っぽいものが入っています。拡大するとこんな感じ。アルファベットで、M, I, L, K, ミルク、と読むことができます。さらに冷蔵庫にも、牛乳っぽいものが入っているのが確認できました。ではこの牛乳に、一体何のメッセージがあるのかというと、熱盛には、山内牛乳、とはっきり書かれたアイスケースがあって、この、山内、というのは、任天堂の創業者、初代社長から3代目社長までの、お名前なんです。つまり、こんなに大きい冷蔵庫に、わざわざ牛乳だけ入れているというのは、気づく人は気づく、堂森製作チームから、前社長へのリスペクトなのかもしれませんね。